収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。ほっとしましたね。ほっとしました。やっと終わりました。はい。映画西北ショパンにピアノ録音と、それからラフマニノフのピアノ協奏曲2番の編曲でですね、ご参加いただいたピアニストの沼光絵里香さんです。はい、こんにちは。では、かなり無理なお願いをしたんですけど、ご自身で編曲されたピアノ協奏曲、ピアノソロ版、はい、独奏版、はい、ちょっとご紹介いただければと思います。はい。西北ショパンで、コンクールシーンで使われております、ラフマニノフのピアノ協奏曲2番を、ピアノ独奏用に今回編曲させていただきました。この編曲のポイントはですね、まずこのラフマニノフのピアノ協奏曲第2番というのは、壮大なテーマを、オーケストラが弾いていることが多いんです。でそれで、ピアノのパートはですね、技巧的な、見せ場が多いということで、それだけを弾いていては、肝心なメロディーが、ないので、そこをピアノ独奏版で組み込むということがまず難しかった。でそれを組み込むことで、なおかつピアノの技巧も効かせたい。でそこがその一番力を注いだところでして、普通の編曲よりかはコンクール用にということで難しくなっていると思います。いや依頼した時は、はい、これは健太郎っていう、主人公の、主役が2人いるんですけど、男性の方が編曲するという設定になってるんですけど、非常にその思いを込めた苦悩の中で作った作品があって、でも、その彼の、作曲家編曲家としての才能も感じさせるようなそういう曲をお願いしたいって言うのは簡単なんですけど、本当に素晴らしい曲ありがとうございます。ありがとうございます。映画西北ショパンは、自主映画ということなんですけども、阪神・淡路大震災の記憶を語り継ぐこと、それから、左手のピアニストを応援すると、局所性ジストニアによってですね、左手5本の指で演奏されるピアニストを応援したいということでスタートした映画プロジェクトなんですけど、ピアニストの沼光絵里香さんから、この映画の魅力を一言ご紹介いただければと思います。はい、この映画西北ショパンの、見させていただいて思うことはですね、ピアニストの人生に本当に寄り添った繊細で丁寧なそのストーリーと、心情の描写、そしてその音楽がそれをまた心情に寄り添っている部分が非常に見ていて、自分の人生を振り返りながら、見ることも、もちろんピアノを弾いている人はできますでしょうし、ピアノをやっていない方でもこういう人生を歩んでこういう苦悩があって、そういうその心の葛藤を音楽を一生続けていくっていうのはこういうふうに、なっていくこともあるという、一つの例として非常に感動的な映画になっております。ぜひ身近な話でもありますし、左手のためのピアノ作品はジストニアの方だけでなく、まだ私は幸い両手が動きますけれども、そういうピアニストでも左手の作品に果敢に挑戦できるように、そういうメッセージもあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。見てください。そして数々のオリジナル作品、そして私の編曲作品もぜひ弾いてみていただけたらと思います。ありがとうございました。おかげさまで、竹本芳野監督、初の長編作品ですけど、ベルギーアントワープで、審査員賞を受賞したりですね、国内外で本当に賞をいただいて、公開の初期際にはですね、ぜひスクリーンでいただきたいと思います。音楽の方もぜひ注目していただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。